こんにちは、トラトラチャンネルです。アメリカの機関車を見分けるのは難しいですよね。そこで今回はアメリカの機関車の見分け方をお伝えしたいと思います。Train and Travel Tra Tra Channel。 皆さんはアメリカの機関車を見分けれますか？日本の機関車は見分けがつくけど、アメリカの機関車はどうやって見分けるのかわからないという人も多いかと思います。今回から3回に分けてアメリカの貨物列車の機関車について見てみましょう。製造会社の見分け方、機関車の形式、貨物列車の会社について見ていきますね。第1回目の今回はディーゼル機関車の製造会社の見分け方をお伝えします。当チャンネルでは編成数クイズやコンテナ数クイズでたくさんのディーゼル機関車が登場しました。この動画でどこの会社が製造して何という形式のディーゼル機関車であるか分かった人は素晴らしいです。多分大抵の人は所有会社によってユニオンパシフィックはオレンジ、CSX は青色と色が違うことが一目でわかることくらいかもしれません。アメリカのディーゼル機関車は色が違うだけで見た目は本当によく似ていますよね。同じ形式の機関車を色を変えて各社の要望によって少しの改造を加えて納車しているだけだということに気づいていましたか？日本でいうとEF510 型のように JR 貨物では赤色でしたが、 JR 東日本では青色や銀色で使われていたという感じです。実はアメリカの機関車も EF60、EF64、EF65 のように素人には外観は同じに見えても、実は違う形式というのが同じように見られます。形式の見分け方は次回行うことにして、今回はGE の機関車と EMD の機関車の違いをどうやって見分けるのかをテーマに行いたいと思います。GE とはゼネラルエレクトリック社の略で、EMD はエレクトロモーティブディーゼル社の略で、アメリカの機関車は現在この2社のほぼ独占です。当チャンネルで紹介したディーゼル機関車のほぼ全てがこれらの会社で製造されています。この違いを見分けれるだけでもアメリカの貨物列車の見る楽しみにもなりますので、ぜひ最後までご覧ください。なるべく簡単に違いがわかるように説明したいと思います。投稿主は機関車の専門家ではありませんし、専門家にも程遠いと自認しています。なのでこれからの話の内容は今までの経験と関係資料から学んだ最も基本的な情報を集めたものです。もし間違いなどがありましたらコメント欄で教えてくださいね。過去に撮影した機関車の例を用いながら説明していきます。最後には理解度チェックも用意していますよ。ではまず GE と EMD の会社について歴史を交えながら説明します。まずゼネラルエレクトリック GE 社です。ゼネラルエレクトリック GE はアメリカを代表する多国籍企業で、電気、エネルギー、ヘルスケアなど広範な分野にわたる製品を提供しています。その鉄道部門は特に機関車の製造で知られており、長い歴史を持っています。GE の鉄道部門は19世紀の終わりにまで遡ることができますが、本格的な機関車製造は20世紀中盤から始まりました。GE は1930年代に初めて鉄道機器の製造を開始し、1940年代には機関車の設計と製造に本格的に取り組むようになりました。特に1960年代には GE はディーゼル、エレクトリック機関車の分野で重要な供給会社となり、その後も技術革新を続けてきました。GE の機関車は多くのモデルがあり、それぞれが特定のニーズや用途に応じて設計されていました。年代ごとに主なモデルとその特徴を示すと、1960年代初頭に製造された GE U25B 型は GE の初期のディーゼル、エレクトリック機関車で4軸のボギーを持ちます。このモデルは
特に貨物運転に使用され、当時の標準的な設計でした。直流 DC トラクションモーターを使用しており、エンジンの出力は約2500馬力でした。比較的シンプルな設計で、堅牢性と信頼性が特徴です。1980年代中期に製造された GE B36 型は6軸で高い牽引力を発揮する設計です。特に貨物輸送において高い性能を誇ります。GE の AC トラクションシステムを搭載し、これによりトルクが向上し、燃費効率が改善されました。また、エンジンの出力は約3600馬力で、より強力な性能を持っています。1990年代後半から2000年代初頭に製造された GE C44 9W 型は高速輸送に対応した設計で、特に長距離貨物輸送に適しています。大きなフロントガラスと空力を考慮したデザインが特徴です。AC トラクションシステムを使用し、4400馬力の出力を持ちます。運転制御やブレーキシステムが高度化され、操作が容易になっています。GE の機関車のデザインは一般に直線的でシャープなデザインが特徴です。前面の構造は空力性能を考慮して設計されており、風の抵抗を最小限に抑えるように工夫されています。特に近年のモデルではヘッドライトの配置が改善され、 LED 技術が導入されています。これにより視認性が向上し、耐久性も改善されています。現在の GE の機関車は主に AC トラクションシステムを採用しており、これにより高い効率性と出力が実現されています。 AC トラクションシステムは従来の DC トラクションシステムに比べてトルクが安定し、特に重い貨物の牽引時に優れた性能を発揮します。またエンジンの出力は4000馬力以上で、現代の貨物機関車に求められるパフォーマンスを確保しています。GE の機関車は北米を中心に広く使用されており、特に貨物輸送において重要な役割を果たしています。鉄道運行会社によっては GE の機関車が主要な牽引機として使用されており、その性能と信頼性が高く評価されています。またグローバル市場にも展開しており、さまざまな国で運用されています。将来の展望ですが、特に電動機関車やハイブリッド技術の導入、さらには自動運転技術の進展が期待されています。 GE は鉄道産業の未来を見据え、持続可能な技術の開発に力を入れており、エネルギー効率の向上と環境保護に貢献することを目指しています。続いてもう一方のエレクトロモーティブディーゼル EMD 車についてです。エレクトロモーティブディーゼル EMD 車は1922年にゼネラルモーターズ GM の子会社として設立されました。 EMD は特にディーゼル機関車の製造で知られており、その歴史を通じて鉄道輸送に多大な影響を与えました。 EMD の機関車製造の歴史はディーゼル機関車の導入とともに始まりました。 EMD は1930年代に初めてディーゼル機関車のプロトタイプを開発し、1940年代には商業運転に成功しました。その後1950年代から1960年代にかけて EMD は数多くの新しい機関車モデルを開発し、ディーゼル機関車のリーダーとしての地位を確立しました。1939年から1945年に製造された EMD-FT は EMD の初期の成功作で、ディーゼル機関車としては画期的なモデルでした。特徴的なボクシーなデザインと大きなノーズが印象的です。最初に発表された FT はディーゼル機関車の市場での地位を確立しました。直流 DC トラクションモーターを使用し、エンジンの出力は約1350馬力でした。FT は当時の蒸気機関車に対抗するために設計され、高い効率性と信頼性を持っていました。1972年から1989年に製造された EMD-SD40 には6軸のボギーを持ち、貨物運搬に特化した設計がされています。
特に長距離の貨物輸送において高い牽引力を発揮します。外観は特に大きな前面ガラスと四角いノーズが特徴的です。DC トラクションモーターを搭載し、エンジンの出力は約3000馬力です。頑丈な設計で過酷な運転条件にも耐える性能を持っています。1972年から1986年に製造された EMD GP38 には4軸のボギーを持ち、短距離の貨物運搬や作業用に適した設計です。機関車の前面は視界を良くするために広めに設計されています。都市間輸送や駅の入れ替えなど様々な用途に対応できる柔軟性があります。DC トラクションシステムを採用し、エンジンの出力は約2000馬力です。エンジンとトラクションシステムの設計が効率的な運転をサポートしています。1990年代後半から2000年代初頭に製造された EMD SD70MAC は高出力と高度なテクノロジーが特徴で、特に重い貨物の牽引に対応しています。大きなノーズと空力的なデザインが特徴的です。AC トラクションシステムを搭載し、出力は約4300馬力です。また、排出ガス削減技術が導入され、環境への配慮がなされています。EMD の機関車は全体的に滑らかで丸みを帯びたデザインが特徴です。特に前面部分は運転士の視界を最大限に確保するために大きなガラス面が使用されており、丸みを帯びたノーズがデザインの特徴となっています。EMD の機関車はそのデザインにより視認性の向上と空力性能の最適化が図られています。EMD の機関車は主にディーゼル、エレクトリックシステムを採用しており、これには DC トラクションモーターが使用されてきました。これによりトルクが高く、特に低速での牽引力が優れています。最近のモデルでは AC トラクションシステムも採用されており、これにより出力の向上と効率的な運転が実現されています。エンジンの出力はモデルによって異なりますが、一般的に2000馬力から4300馬力の範囲にあります。EMD の機関車はアメリカ国内及び国際的に広く運用されています。特に貨物輸送においては多くの鉄道運行会社が EMD の機関車を使用しており、その信頼性とパフォーマンスが高く評価されています。また EMD の機関車は都市間輸送や工場での内部輸送など多様な用途に対応できる柔軟性を持っています。 EMD は技術革新を続けており、未来の鉄道輸送に向けた新技術の開発に力を入れています。特に自動運転技術や電動機関車、ハイブリッド技術などが注目されており、これによりさらに高効率で環境に優しい鉄道輸送の実現が期待されています。 EMD は鉄道業界の変化に対応し、持続可能な未来を見据えた技術の導入を進めています。アメリカを代表する2社が分かったところで、それでは2社の機関車の見分け方をご説明します。たまに GE の機関車は外装に GE や GE、TRANSPORTATION のロゴが表示されていることがあります。最近では WABTEC のロゴも見られます。一方 EMD の機関車には EMD のロゴやELECTROMOTIVE のロゴが見られることがあります。でもこれらの塗装は本当に稀なことです。ではどうやってこの2つの違いを見ればいいのでしょうか。ポイント1、まず機関車のノーズ部を見ていきましょう。 EMD と GE の最も明らかな違いはノーズ部だと思います。このノーフォークサザンのジェネラルエレクトリックモデル ES44AC は典型的な GE のノーズを持っています。ノーズの上部パネルは下向きに傾斜しており、視認性が向上しています。GE は1993年頃からこのノーズデザインを大きく変えていません。それと比較して今日の EMD ノーズは中心部分が平らで、左右の視認性を確保するために側面が切り取られています。また
前面の窓の形状に注目してください。低い位置での視認性が向上されています。次に CSX の機関車を見てみましょう。ノーズがスムーズに傾斜しているため、これは GE の機関車です。ノーズ部に注目してみてください。先ほどのノーフォークサザンの機関車ではユニット番号が窓の上にあったのに対し、 CSX では中間あたりについています。前面ドアにも注目してみてください。先ほどは向かって左側がドアであったのに対し、こちらは右側になっています。ポイント2では、製造会社を確実に見分ける方法についてもう一つ説明します。エンジンの後部にあるラジエーターの形です。左の GE の機関車ですが、各エンジンの屋根の後部にあるキャノピータイプのラジエーターに注目してください。1970年代後半のダッシュ7シリーズ以降の全ての現代 GE 機関車はこのようなウィング型ラジエーターを持っています。年々このウィングは大きくなり、現在のような形になっています。では EMD の例を見てみましょう。 GE に比べ出っ張っていないのが分かります。ただし EMD SD70AC は GE と同じようなラジエーター形状ですので注意が必要です。ユニオンパシフィックの EMD SD70M の出発するところです。 EMD の古いデザインの広いノーズを持っており、 GE のものに似ていますが、側面のパネルは上から傾斜して平行になっています。ラジエーターも違いがあります。 GE のような大きなウィングではなく、垂直のルーバーが後部にあり、 EMD のクラシックなスタイルです。ポイント3、次にターボチャージャー排気口の位置の違いについてお話しします。 GE のターボチャージャー排気口は機関車のキャブの上部近くや中間部分に見られることが多く、屋根の外側に大きく突出する形で設置されています。 GE の排気口は比較的直線的でシンプルな形状をしています。多くの場合、排気口は長方形または円形で、ターボチャージャーの位置によっては大きめの形状です。一方、EMD の機関車ではターボチャージャーの排気口は前方に配置されることが多いです。しかし GE ほど高い位置にあるわけではありません。また機関車の側面に沿って中下部に配置されることもあり、サイドパネルの下部に配置されることもあります。ポイント4、最後の見分け方はエンジン音です。 GE の機関車のエンジン音は比較的高温の成分が強い傾向があります。ターボチャージャーやファンの音が高めで、エンジンの音が比較的シャーという感じがします。またエンジンから発生する音に加えて、駆動系やトランスミッションの機械的な音が比較的強く聞こえることがあります。比較的一定のリズムで聞こえることが多いです。エンジンの回転数に応じてリズムが一定しており、特に低速での運転時にはリズム感が際立ちます。またターボチャージャーの音が明瞭で、エンジン音に特有のブーンやシュシュという音が含まれることがあります。一方 EMD の機関車のエンジン音は比較的低音の成分が強い傾向があります。エンジンの音はゴロゴロという低音で、音が全体的に重く低く響くことが多いです。また EMD のエンジン音は一般的に柔らかい印象を与えます。アイドリング時にも比較的穏やかな音がします。エンジン音は回転数や運転状況によってリズムが変わることがあります。特に高回転時に音の変化が顕著で、リズムが不規則になることがあります。ターボチャージャー音は比較的控えめで、ターボチャージャーの音がエンジン音と一体化していることが多いです。それでは GE と EMD のエンジン音の違いを聞いてみましょう。まずは GE の機関車の音です。
続いて EMD の機関車の音です。違いが分かりましたか？4つの見分け方をご紹介しましたが、見分けができるようになりましたでしょうか？その他にも台車の特徴の違いなどもありますが、形式によって変わってきますので割愛しますね。当チャンネルでは編成数クイズやコンテナ数クイズでたくさんの機関車が登場しています。今後はどの製造メーカーの機関車かも当ててみてくださいね。それでは最後に簡単な理解度テストを2つ用意しました。機関車が GE なのか EMD なのか考えてみてください。それでは第1問。それでは答えです。GE、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 EMD、GE でした。続いて第2問目です。それでは答えです。EMD、EMD、EMD、EMD でした。1台目のラジエーターが大きかったので GE と判断した人もいたかもしれませんが、ノーズを見れば EMD であることがわかります。今回の動画はいかがでしたでしょうか？気に入った方はぜひいいねボタンお願いします。次回もお楽しみに。